こんにちは、高弘です。今日はインスタの活用法です。ストリートフォト初心者の方がインスタをどう使えばいいかについて話してみます。と言ってもよくあるこうすればいいねが増えるとか、こうやってフォロワーを伸ばそうみたいなやつではありません。そうではなくて、インスタは写真を見るため、見て上達するための場ですよってことを主張したいです。これ普通のことに聞こえるかもしれませんが、意外というか全然みんなできていません。SNS ってみんな写真を見てもらうためにやってる人が多いんですよ。もちろん他の人の写真を見て勉強するっていう気持ちもあるでしょう。でも割合からすると7対3、見てほしいが7で見て勉強するが3、それぐらいの割合でやってる人が多いように感じます。よくて半々とか。でも初心者のうちはその比率をもっと見て勉強側に振ってほしいです。2対8とか1対9とか、見てほしいが1で見て勉強が9です。それぐらいがベストです。勉強って言うと難しく聞こえるかもです。もう単純に見て楽しむ。それだけでいいんです。わあ、この写真かっこいいなとか、こういう写真自分ももうちょっと頑張れば撮れそうかなとか、そんな気持ちで見ていくだけでいいんです。インスタなんてキラキラした写真ばかりで勉強になる写真なんてないよって思うかもしれません。でもそれは間違いです。インスタもよく探せば参考になる写真はたくさんあります。まず一つ言えるのは海外フォトグラファーの写真を積極的に見ようってことです。インスタでも日本人同士で会話をメインにつながるというスタイルをやられている人がいます。それも一つの楽しみ方だと思いますが、せっかくの SNS、世界と簡単につながることができる場所ですから、世界の写真をどんどん見に行くべきです。それがインスタを最大限活用する方法です。ここで一つ写真集のことも話しておきます。SNS ではなくて写真集を見て勉強するという方向も一つ素晴らしいやり方だと思います。でも写真集だと当然お金がかかりますし、数もそんなに見れないです。写真集を見ることもいいですが、それと同時にインスタで数をこなすということをお勧めします。ちなみに僕は写真集には全然詳しくないです。おすすめの写真集ありますかとか聞かれても困るので、そこはご了承ください。写真集の世界の人たちからすると、インスタってちょっと鼻で笑われる感じがあります。でもインスタも捨てたもんじゃないよってことを言いたいです。最初の取っかかりとして無料で気軽に見れるというのは大きいです。具体的にはインスタのハブアカウント、フィーチャーアカウントを見てください。インスタにはフィーチャーという文化があります。簡単に言えばミニフォトコンみたいなもので、主催者が指定するハッシュタグをつけて写真を投稿することで、そのミニフォトコンに参加できます。フィーチャーアカウントはとてもたくさんあり、そして毎日そのミニフォトコンが開催されています。いい写真を投稿して認められれば、そのフィーチャーアカウントに自分の写真が掲載されるという仕組み。そこで取り上げられた写真というのが、いわゆるみんなが思ういい写真に近い形のものになります。つまりインスタでフィーチャーアカウントをフォローして、その写真を見て勉強するのが手っ取り早いってことです。フィーチャー文化は一時期本当にすごかったのですが、最近のインスタはショート動画メインに移行してて、フィーチャーという文化もだいぶ廃れてきました。でもまだまだその文化は残っているので、それを活用して自分のメリットにつなげることができます。ストリートフォト界隈でおすすめのフィーチャーアカウントを紹介しておきます。一つ目はストリートモーメント。ここはストリートの純度が高めです。最近のストリートフォトの主流に沿った写真が選ばれており、優れたキュレーターが運営しているということがわかります。二つ目は BNW デマンド。先ほどのストリートモーメントよりもストリート色は薄め、アート寄りの写真も多いです。選ばれる写真の幅が広いので、新しいスタイルを勉強するのに役立ちます。初心者向きではないかもしれないですが、ちょっと背伸びをしてみるのもいいでしょう。三つ目はストリートフォトグラフィーインターナショナル。略して SPI と呼ばれています。フォロワー数は179万人。ストリート系では最大規模のアカウントです。
ここはどちらかといえば伝統的なストリートといった感じでモノクロの写真も多いです。他にもおすすめのアカウントを概要欄に紹介しておくので、動画を見終わったらぜひチェックしてみてください。日本のアカウントで僕が好きなのはジャパンシティブルース。ここはカラー、夜というショットが多いので、僕自身が参考にすることはあまりないのですが、写真自体の質は高いです。インスタのキラキラも少しありつつ、でもアカウント名にブルースと入っているように、どこか哀愁を感じるような写真がセレクトしてあります。何人かキュレーターの方がおられますが、僕の中では一人ずば抜けて好きなキュレーターさんがいます。その方が選ぶ写真はキラキラ感と寂しさみたいなもののバランスが絶妙なんですよね。そうそう、フィーチャーアカウントはアカウントの規模ではなく誰が選んでいるか、その選んでいる人の審美眼を見るようにしています。なので中の人が変わると途端にダメになるアカウントもあります。今回紹介したアカウントはその心配低いと思いますが、一応可能性としてあるってことも考慮しておいてください。さて皆さんがまずやることは、さっき言ったフィーチャーアカウントをフォローして写真をチェックするということ。そして出てきた写真の中で自分に刺さる写真、これめっちゃ好きっていうやつを探すことです。次はその写真を撮った人をフォローしましょう。フォローしたら次はその人が投稿時にどんなハッシュタグをつけているかチェックしてみてください。多分ハッシュタグの中には別のフィーチャーアカウントのハッシュタグが存在します。ハッシュタグをたどることで別のお気に入りフィーチャーアカウントが見つかるでしょう。最初に紹介したアカウントはどこも10万超えの大手でしたが、規模が数万ぐらいの中堅フィーチャーアカウントもたくさん存在します。初心者はそういった中堅アカウントの写真の方が身近で勉強になりやすいかもしれません。こんな感じで大手のフィーチャーアカウントをフォロー、そこで選出された写真を撮った人をフォロー、そこから派生してまた中堅のフィーチャーアカウントをフォローとやっていけば1週間ぐらいでお気に入り30アカウントぐらいはすぐに見つけることができます。毎日30枚くらい自分の好きな写真、レベルの高い写真を見ていくという習慣をつければ、写真はものすごいスピードで上達します。写真を見て言葉で理解しようと思わずに、とにかく写真そのままを浴びるように見ましょう。これ大事です。感覚としては好きな音楽を探すような感じですね。勉強って思うと辛くなると思うので、好きな音楽を探していく感じでやってみるといいでしょう。インスタのタイムラインが可愛い動物の動画で溢れている人は、今すぐに写真見るモードにタイムラインをチューニングし直してください。それが写真上達へのまず第一歩です。写真を見る習慣がついたら、次はその見方です。ただかっこいいという感じで見る段階からもう一歩進んでみましょう。僕の場合はその写真、自分にも真似できるかなという感じで見ています。似たようなシチュエーションで撮れないか、こういうシーンを狙うといいのか、この構図の作り方いいね、次に試してみようといった具合に自分の写真に取り入れることを考えています。そうやってどんどん良い要素をパクって自分の写真をレベルアップしていきましょう。ただ見ていても撮り方がわからんってなることはあると思います。その場合は僕のチャンネルをもっと見ましょう。モノクロ、ストリートの撮り方でヒントが欲しい人はこのチャンネルの過去の動画を見直してください。どういう場所で撮ればいいのか、光の見つけ方はどうしたらいいのか、構図の考え方などほとんど全てのノウハウが動画になっています。一つ言っておきたいのは、センスがないということを言い訳にしないこと。センスがないから撮れないということはないです。センスというのは、例えば最初に話したインスタの活用法、見ると見てもらうの比率を1対9にするというのを誰にも教えてもらわずにできる人のことです。初心者のうちから見てもらうを10、見て勉強を0という割合でインスタを運用しちゃうような、そういう人は申し訳ないですけど、センスがないってことになります。それは写真とは別のセンスです。でも、それはもう関係ないです。この動画をここまでスキップせずに見た人は、それだけの情報を得たわけですから、センスのなかった人も今はセンスがある人になっていますので、安心してください。それぐらい些細なものです。そんなの気にしてたら前に進めません。
あとはやるだけです。インスタで投稿する写真に見つけたフィーチャーアカウントのハッシュタグをつけて投稿してもいいでしょう。10万以上のアカウントにフィーチャーされてあなたの写真が掲載されればフォロワーも一気に増えますし、モチベーションもアップします。今日の動画のまとめです。インスタで写真を見てもらうじゃなくて見て勉強。初心者のうちは見る方に重点を置きましょう。そしてノウハウは僕のチャンネルです。インスタで写真を見る。このチャンネルの動画でノウハウを勉強。この2つだけでいきます。今回紹介したフィーチャーアカウントを見て、どうもピンとこない、好きな写真が見つからないという場合もあるかと思います。そういった場合は、例えば僕がフォローしているフォトグラファーさんの中から辿っていくとか、あるいはお気に入りの写真集を探してみるとかを試してみてください。SNS の世界は移り変わりが激しいので、今回紹介した内容がいつまで有効なのかはわかりません。でもすごく気軽にできる方法なので、やって損はないと思います。それではまた。